市のハッシュタグ、座間9人殺害事件の全貌。2017年、スマートフォンの画面越しに放たれた、ある投稿が、最悪の惨劇への入り口となりました。自殺募集、そのハッシュタグに救いを求めた少女たちがたどり着いたのは、温かな救いの場ではなく、死神の住処でした。神奈川県座間市、静かな住宅街のアパートの一室で、わずか2ヶ月の間に9人の命が消えたという報道は、日本中を凍りつかせました。これは、SNS という、孤独の逃げ場、を狩り場に変えた男の末路であり、失われた9つの命の尊厳を忘れないための記録です。首吊り師の誕生。犯人の男、白石貴弘は、横浜市内の県立高校を卒業してから大手スーパーに就職し、正社員として働き始めました。2011年、平成23年、10月に自己都合退職してからは海老名市内のパチンコ店に勤務するなど、神奈川県内で複数の職を転々とした後に、新宿、歌舞伎町で女性を風俗店へ斡旋する、スカウトとして活動するようになりました。その活動で培われたのは、相手の心の隙間を見抜き、甘い言葉でコントロールする狡猾な技術でした。スカウト行為の職業安定法違反などで有罪判決を受けた白石は、楽をして生きるための獲物として、最も抵抗が少なく、かつ失踪しても周囲に気づかれにくい、自殺願望を持つ女性に目をつけます。彼はツイッター上で、首吊り師を名乗り、死を望む人々に寄り添うふりをして近づきました。一緒に死のう。手伝ってあげる。その言葉は、救いを求める人々にとって、理解者のように響いたのかもしれません。しかし、その裏側にあったのは、救済とは対極にある、凄惨な支配欲と金銭欲でした。沈黙のアパートと9人の犠牲者。2017年8月、座間市のアパートに入居した白石は、驚くべき速さで強行を重ねていきます。最初の被害者は、彼にアパートの入居費用まで工面させられた女性でした。さらに、彼女を探していた交際相手の男性までも、口封じのために殺害。そこから、わずか2ヶ月の間に、15歳から26歳までの9人が犠牲となりました。白石の供述によれば、本当に死のうとしていた人はいなかった、と言います。少女たちは皆、死を口にしながらも、誰かに話を聞いて欲しかっただけだったのかもしれません。生きたかったという願いも、白石は自身の欲望のために、暴行の上、命を奪ったのです。白石の住んでいたアパートの室内にはクーラーボックス3つと、大型の収納箱4つなど8つの箱があり、その中にバラバラに解体された9人の頭部のほか、約240本の骨が見つかっています。また、この時室内から被害者名義のキャッシュカードや女性用の靴、カバンが複数発見されました。それは、一人の男の身勝手な欲望が積み上げた、あまりに重すぎる殺戮の痕跡でした。司法の審判と承諾の嘘。裁判において、最大の争点となったのは、被害者の承諾の有無でした。弁護側は、被害者たちが自殺願望を持っていたとし、殺害の合意があった、として減刑を求めました。しかし、白石は法廷でそれを明確に否定しました。誰も死に同意していなかった。抵抗された。この証言は、被害者たちが最後まで生きたいと願った証明でもありました。2020年12月、東京地裁立川支部は、9人の命を奪った結果はあまりに重大、として、白石に死刑を言い渡しました。弁護側は判決を不服とし控訴しましたが、その後に白石本人が控訴を取り下げ、判決が確定しています。そして2025年、令和7年、6月27日、東京拘置所で死刑は執行されました。一人の男の命が消えても、遺族の消えない悲しみと、奪われた若者たちの未来が戻ることはありません。つながるべき手、立つべき闇。この事件を受け、ツイッター、現 X は利用規約を変更し、自殺、自傷行為をほのめかす投稿を発見した場合は助長や扇動を禁じます。との一文に加え、違反があればツイートの削除やアカウント凍結の措置を取るとしています。しかし、
形を変えた闇は今もインターネットの深淵に潜んでいます。ザマ事件が私たちに突きつけたのは、効率性や匿名性の裏にある人間性の欠落した恐怖でした。私たちにできることは、皆で生きる。誰かに愛されている。そうした実感を得られる社会を築くことではないでしょうか。それらはすべて、今を生きる私たちへの課題なのです。